最前線で、18歳のアリア・モルダグロワは仲間のスナイパーと肩を並べてライフルを構え、戦場を見渡しながら仲間を援護しています。突然、スコープ越しに、有刺鉄線を張って進もうとしている味方のすぐ先の塹壕から、ドイツ兵が姿を現すのが見えました。敵がソ連兵よりも早くライフルを構えたため、彼女の心臓は早金のようになりました。彼女は狙いを定め、呼吸を整え、引き金を引きます。遠距離からの射撃ですが、アリアはやるしかありません。彼女の弾丸は、ドイツ兵が一発も撃つ前に、その胸の真ん中に命中します。彼女は息を吸い込み、モシン、ナガン、ライフルのボルトを引きます。戦線のあちこちで、兵士たちがドイツ軍の第一陣の塹壕に突撃しますが、全身が乱戦になると、味方と敵の区別がほとんどつかなくなります。アリアと彼女のスナイパー仲間は場所を移動し、狙いを定めるために近づきますが、それは同時に砲撃にも近づくことになります。彼女はクレーター、砲弾の跡を見つけ、二人のスナイパーは、すぐ前方に降り注ぐ砲弾の雨を無視して、次々とターゲットを仕留める任務を再開します。迫撃砲が地面に激突し、破片が飛び散り、彼女の左手に当たります。彼女は苦痛にうめき声を上げ、身を隠すためにクレーターの中に後退します。彼女はひどく出血しています。しかし、彼女は痛みをこらえ、仲間に手伝ってもらって止血しながら、その場で包帯を巻きます。痛みを無視して、アリアは再び元の位置に這い上がり、手首にライフルを乗せて構えます。そして、彼女の過酷な任務は続きます。彼女は何度も撃ち、仲間が前線を前進する中、塹壕の上のドイツ軍のヘルメットを次々と狙い撃ちます。二人は再び移動し、戦争で荒れ果てたの腹を素早く移動します。しかし、塹壕の奥では、ドイツ兵が放置された機関銃を構え、無人地帯にいる小さな人影をちらりと見つけます。ドイツ軍の塹壕から銃口の閃光が光り、二人のスナイパーの周りに弾丸が飛び交います。彼らは必死に走り、近くの安全なクレーターに飛び込みます。周りの地面に弾丸が当たる中、彼女は自分の体を確認します。彼女は無傷でしたが、ライフルは無事ではありませんでした。機関銃の弾がスコープを完全に貫通していたのです。彼らは反撃しようとし、アリアは壊れたスコープのまま撃ちますが、何も当たっていないのは明らかです。さらに多くの弾丸が彼らの周りの土に当たり、彼らは身を隠すことを余儀なくされます。スナイパーたちが見ていると、塹壕の後ろで何度か銃口の閃光が見えましたが、今度はソ連兵が機関銃手に到達したためでした。銃撃は止み、二人は移動を開始します。その途中で、彼女は倒れたソ連兵の隣に捨てられたサブマシンガンを見つけます。アリアはそれを手に取り、決意を込めて仲間に最前線へ直接向かうと告げます。彼女は戦場を駆け抜け、占領した塹壕に入ります。彼女は塹壕の中でソ連軍の中隊を見つけます。彼らはさらに先にある別の防衛線と銃撃戦を繰り広げていました。兵士たちは激戦の中にスナイパーがいることに驚きますが、彼女に状況を説明します。彼女が前を見ると、彼らの位置とさらに奥にある第二の塹壕の間の無人地帯に、大砲と迫撃砲が降り注いでいます。しかし、さらにその先、爆発と混乱の中で、アリアはついに目標を目にします。それはナルバ、ナスバ、鉄道駅で、この地域で最も重要な物流の用の上にありました。もしこれを占領できれば、ソ連北西部に侵攻しているドイツ軍の主な補給路を完全に断ち切ることができます。ドイツ兵のグループが塹壕から飛び出し、攻撃を仕掛けてきます。アリアと仲間たちは塹壕から発砲し、突撃兵を素早く倒します。さらに2回のドイツ軍の反撃が無人地帯に挑んできますが、どちらも激しく撃退され、ドイツ兵は倒されます。ソ連の指揮官が叫んで励まし、彼らは一丸となって塹壕を越えて突撃します。彼らが地面に伏せ、重火の中を這って進もうとした瞬間、激しい銃撃が彼らを迎えます。アリアは男たちと肩を並べて前へ押し進みます。彼らは敵の塹壕まで数十メートルの開けた場所になるまで這って進みます。アリアにはそれが見えます。とても近いです。しかし突然、機関銃の装車が集まった兵士たちを引き裂きます。彼らは急いで身を隠し、土や弾丸が地面に激突する中、クレーターの中に身を寄せます。先月、私たちのチャンネルを見た人のうち、登録者は4人に1人だけでした。もしこれを3人に1人にできれば、登録者数は100万人を大きく超えます。この動画を楽しんでいただけたら、チャンネル登録していただけると本当にありがたいです。ありがとうございます。
アリアは完全に自らの意志で行動を起こし、機関銃の陣地に向かってバッていきます。彼女の小さな体は都合がよく、銃弾の嵐の下を気づかれることなく少しずつ近づいていきます。多くの若いソ連の女性たちは、手榴弾を一つ持ち歩いていました。侵略者に捕まるくらいなら、華々しく散る方がましだという考えからです。しかし、アリアは手を伸ばして、自分が手榴弾を持っていないことに気づきます。クレーターにいる仲間を振り返り、彼女は合図を送ります。彼は彼女に向かって手榴弾を投げます。彼女はそれをつかみ、ギリギリまで近づいてピンを抜き、敵兵に向かって投げつけます。爆発により敵は沈黙します。アリアが正体を振り返ると、そこには大惨事が広がっていました。多くが死んで倒れており、その中には中隊長もいました。小隊の男たちは途方に暮れたようで、不安そうな目で顔を見合わせています。リーダーの死により、彼らは決断できず動けなくなっていました。戦況が変わりかねないのを見た彼女は、母国語のカザフ語で男たちに必死に訴えかけました。兵士たちよ、兄弟たちよ、やり遂げよう。それは効果がありました。戦線のあちこちで、18歳の少女に背中を押された男たちが立ち上がり、攻撃を開始します。活気づいた彼らは、勝利をつかむために弾丸の嵐に立ち向かいます。彼らは塹壕になだれ込み、両軍は過酷な白兵戦で激突します。アリアは敵の防衛線を突き進みながら、見つけたドイツ兵を次々と撃ちます。男たちは彼女に続き、アリアは未知の恐怖に勇敢に立ち向かいながら先頭に立って攻撃を指揮します。その時、ドイツ軍将校が銃を手に核を曲がってきました。アリアは撃とうとしますが、片手では遅すぎました。敵が彼女を撃ちますが、彼女は純粋なアドレナリンで動き、サブマシンガンで彼を撃ち倒します。しかし、その力は長続きせず、彼女の頭はすぐに自分が撃たれたことに気づきます。彼女は座り込むことを余儀なくされ、彼女が先ほど奮い立たせた兵士たちが彼女を置いて前進し続ける中、突撃を諦めます。戦闘が落ち着くと、何人かの男たちが立ち止まり、彼女を戦場から引きずり出して応急処置を始めます。アリアの人生が走馬灯のように目の前を通り過ぎたかどうかは、確かなことは言えません。しかし、もしそうだとしたら、それは辛い記憶を呼び起こしたことでしょう。父親に捨てられ、母親は1930年代の大飢饉の際に農民の畑から残ったジャガイモを集めている時に撃たれました。母親が死んだ時、アリアはまだ8歳でした。残りの家族は死んだか行方不明で、アリアは村をさまよい、1年後に叔父に引き取られるまで、寝られる場所で寝て、食べられるものを食べて生きることを強いられました。叔父は彼女を身の娘のように育て、彼女を守ろうとし、最前線から離れさせようとさえしました。しかし、彼女は決して離れようとはしませんでした。その日の彼女の行動は、計り知れない数の命を救いました。ソ連軍はわずか数日後、鉄道駅からドイツ軍を見事に撃退しました。彼女は救護所に搬送され、容体が安定して回復に向かうはずでした。しかし悲劇的なことに、そうはなりませんでした。ドイツ軍の砲撃が救護所を直撃し、彼女の命を奪ったのです。スナイパーとしての彼女の公式な狙撃記録は37人でしたが、最後の戦いでの20人以上の敵を含め、彼女の総戦果は少なくとも78人に達し、一部の資料では90人に近いとも言われています。アリア・モルダグロワは、その驚異的なスナイパーとしての技術と激戦の中での勇気を称えられ、死後にソ連邦英雄の称号を授与されました。今日、彼女を称える銅像が、旧ソ連の各地と彼女の母国であるカザフスタンに立っています。